YH ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。お帰りなさい。皆さん、こんにちは。私は東京です。大学に関する怪談をよく聞く人なら、中国文化大学のことを聞いたことがあるはずです。伝説によると、中国文化大学には、中国文化大学の土地があり、影と陽の交差点、通称鬼門。鬼門を鎮圧するため、学校はわざと八卦の形をした建物を建て、大人堂と名付けて陰陽門を鎮圧した。しかし、私はそうしなかった。ダレンホールが建てられたばかりの時、政府関係者が文化大学に行ってテープカットをし、集合写真を撮ったことは予想外でした。現場には20人ほどの人しかいませんでしたが、写真が現像されるとそれ以上の人がいたのです。50人、写真に写る全員の顔が歪んでおり、生徒たちは数々の超常現象に遭遇した。建設図面を確認したところ、当初設計された八卦建物が逆八卦建物となり、幽霊を抑えるはずだった門が悪を呼び寄せる場所に変わってしまったことが分かりました。生徒と教師は様々な超常現象に遭遇します。最終的に、この反八卦建物に対する解決策は、一般に影門として知られる大一角の門を閉じ、3つの小さな扉だけを残すことでした。門を閉めた後、学校では悪霊を追い払うために一連の犠牲の儀式が行われました。しかし、学生の中には今でもダレンホールの異常な雰囲気を感じている人もいます。噂によると、夜になると外院部の扉が勝手に開き、邪悪な力が解放されるという。学生たちは夜にダレンホールに近づこうとしませんし、近くの村人もそれを避けます。文化大学の反八卦建築はキャンパス内の伝説となっており、多くの勇敢な学生がそれを知りに訪れるようになっています。しかし、ダレンホールの影門は常に神秘的でタブーなままであり、キャンパス内では触れられない場所となっています。中国文化大学の大人講堂は今もなお、人々を震え上がらせる謎とタブーに満ちた存在である。学生の合格を許可する政策により、いくつかの超常現象は減少しましたが、文化大学では依然として超常現象が発生しています。今日、東京は聴衆から提出された文化大学の超自然的な物語について話します。投稿者は13。彼は、これは自分が昔書いた物語だと言いました。タオシンは以下の物語を一人称で語ります。私は中国文化大学という陽明山にある文化大学の学生です。検索すればいろいろな話が出てきます。ダレンホールにはリベラルアーツカレッジとアートカレッジがあるので、大抵楽器がありますが、歌って踊って、細長い廊下を歩いているだけで、かすかに音楽が聞こえてくることが多くて、いつもちょっと憂鬱な気分になります。一度、10時か11時まで忙しくて、とても疲れていたので、デパートのオフィスで横になった玄関のソファーで知らないうちに眠ってしまった。どれくらい眠ったかわからない。突然、遠くからかすかな音楽が聞こえた。音楽を聴いて目が覚めた。男は古代の漢服を着ており、顔はぼやけていて、深い目だけが見えていた。彼は古琴を持ち、古代の旋律を奏でました。私はその神秘的な光景に魅了されずにはいられず、その場で固まってしまいました。彼が私に近づくと、突然ピアノを弾くのをやめ、私をじっと見つめて、あなたにも聞こえますかと言いました。私は愕然として、どう答えてよいのかわかりませんでした。彼は微笑んでうなずき、それから古代のメロディーを演奏し続けました。それが録音や演奏ではなく、心にダイレクトに伝わってくることに驚きました。そのメロディーに合わせて何千年も旅して太古の時代に戻ったような気分になりました。その瞬間、男は忽然と跡形もなく消え、廊下は再び静まり返った。それ以来、真夜中にかすかな音楽がよく聞こえるようになりました。文化大学の超常現象には不思議で素敵な物語がたくさん隠されているのかもしれません。で、誰だかよくわからず演劇部かダンス部の美人かなと思っていたら突然ベッドに横たわって一瞬動けなくなってしまいました。私は声を出すことさえできず、ただ男性がこちらに向かって歩いてくるのを眺めるだけでした。
彼がどんどん近づいてくると、長い髪と白い服を着た男がバレエを踊っているかのように私に近づいてくるのがぼんやり見えました。彼女の腕が垂れ下がっていたのを今でも覚えています。背中から頭側にかけて悪寒が走るのを感じた。幸いなことに、私は悪夢から目覚めるために叫び続け、体をねじり続けました。同時に女の子も廊下に消えたが、私はもう壊れかけていました。冷や汗をかきました。ただ、このことはそれほど早く過ぎないようです。目が覚めてからすぐに、まだめまいを感じました。まるで何かの力が私を夢に引き戻すかのように、私は目を閉じたくなり続けました。何度か格闘した後、起きていられなくなり、また眠ってしまいました。私が眠りにつくとすぐに女性が廊下に現れ、ゆっくりと近づいてきます。それから私は起き上がろうともがきますが、彼女は再び姿を消します。この夢の繰り返しを見て、私は非常に不安な気持ちになりました。日中夜の恐怖に取り憑かれているかのように、日中疲れ果てているように感じることがよくあります。私は解決策を探し始め、何人かの先輩に相談し、いくつかの祝福の儀式を行いました。しかし、この夢は今でも頻繁に私を悩ませ、逃れられない悪夢に陥ります。おそらくこれは文化大学の幽霊門の伝説の一部であり、振り払うことのできない奇妙な体験です。これを2、3回繰り返した後、彼女はドアのすぐ近くまで来ました。彼女の飛び跳ねた足は、まるで足を支える骨がないか、いくつかの部分が折れているかのように、非常に調整ができていませんでした。その腕の振りはまるでパレードのようで、その姿に心臓が止まりそうになった。どんなに頑張っても、叫ぶことも動くこともできませんでした。彼女が私の前で飛び降りるのをただ見ていることしかできませんでした。倒れてしまうのではないかと心配して、私は彼女の顔を見ないようにし続けました。しかし、ゆっくりと椅子の前に来たると、ゆっくりとしゃがみました。しゃがむ動作はさらに奇妙です。足はまっすぐ後ろに下がって鏡、バランスを失ったかのように手はゆっくりと前に傾きます。そして彼女の手は垂れ下がっていて、ゆっくりと彼女の顔を間近で見ました。彼女の目はとても悲しげで、眉間にはキュッとシワが寄っており、眉頭と目の端は明らかに垂れ下がっていました。しかし、私が本当に怖かったのは彼女の口でした。最初は口角がすぼまっていたが、ゆっくりとしゃがむと、顔全体を飲み込みたいかのように、口がどんどん大きく開いた。彼女の口は極度に歪み、鋭い歯が現れました。まるで終わりのない悪夢の中にいるような恐怖と絶望感を感じました。息苦しさから逃れようと全力を尽くしましたが、筋肉を動かすことができませんでした。彼女の顔はどんどん近づいてきて、その恐ろしい口が私の顔に触れそうになりました。暗闇に落ちて意識を失いました。この夢の恐怖は私を深く飲み込んだようでした。そして、無理やり笑ったように口角が徐々に上がり、そして左右に伸びた。彼女は口が裂けて私に微笑むまで、こうして不気味な笑みを浮かべました。私は目を閉じて叫びました。その後、恐怖で気を失ったのか、後から来たクラスメイトに起こされたのかはわかりません。クラスメイトは私のことを醜いと言った。風邪をひいたのでしょうか？私はすぐに立ち上がって時計を見た。もう1時を過ぎていた。私はすぐにクラスメイトのスイートに行き、一晩泊めました。その後、私は寺院に参拝し、心の平安を求めました。しかし、それが役に立ったかどうかはわかりませんが、少なくとも私は彼女に二度と会うことはありませんでした。ところが、さらに恐ろしいことに遭遇してしまいました。1年生の2学期のある夜、ルームメイトのシャオちゃんとシャオチェンと私は夜食を食べました。外は涼しくて過ごしやすかったので、バス通りを歩いてキャンパスまで戻りました。私たちがダランホールまで歩いていると、突然、260番のバスが私たちの後ろを素早く通り過ぎていきました。悪態を突きかけたその時、隣で猫の鳴き声が聞こえました。音を追ってみると、猫が車輪に引かれているのが見えました。その悲惨な叫び、声は恐ろしいものでした。
シャオちゃんはすぐに駆け寄って確認すると、猫は死んでいた。不気味な雰囲気に包まれたように、私たちはしばらく沈黙していた。その時、夜はさらに寒くなり、急いで寮に戻りましたが、心の中の恐怖はまだ残っているようでした。おそらく、文化大学の影と寮の交差点では、超常現象の物語が実際に消えることはありませんでしたが、私はこの神秘的な謎に巻き込まれました。近づいてみると、本当に悲惨な状況だった。子猫がバスに押し倒され、左側の蝶が出てきました。まるでこの世で最後の息をしようとしているかのように、手足が空を勢いよく飛んでいた。彼は口を大きく開けて泣き続けました。この時、シャオちゃんは突然、猫の目を見つめないで、見られないでください。行きましょう。と叫びました。私たちが帰ろうとしたその時、ダレンホールから出てきた2人の女の子が突然猫の鳴き声を聞いて立ち去りました。ぜひチェックしてみてください。彼らは猫が殴られたことに気づいていなかったかもしれない。実際に女の子の一人が猫の前にしゃがみました。彼女がしゃがんでいるのを見たとき、私たちは何かがおかしいと感じました。案の定、すぐに女の子の悲鳴が聞こえました。その時、シャオチェンは突然歩いてきて彼女を引き離しました。その時初めて、この女の子がシャオチェンが日本人から知っていた人物であることを知りました。学習クラブ、彼女の名前はシャオファでした。シャオファーさんは恐怖のあまり正気を失い、クラスメートたちに助けられて寮に戻った。寮に戻ったシャオちゃんは、私たちに早く出て行けと言った理由を明かした。シャオちゃんさんは、猫はとても邪悪な動物だと言いました。生きていると、冥界からの幽霊が猫の体を通して人間界に侵入することがあります。そして猫が死ぬと、その目は冥界と妖怪をつなぐ水路となります。したがって、シャオちゃんは猫の目を見つめないように、そして冥界の存在に気づかれないようにとアドバイスします。この奇妙で不気味な経験により、私たちはダレンホールの近くで起こった奇妙な出来事にさらに警戒するようになり、影と陽の間の微妙で計り知れない境界をより深く認識するようになりました。人間の世界に戻ると、主に猫が死体に近づかないようにするためと、孤独な幽霊が魂を復活させるために死体を利用するのを防ぐために、葬儀中に通夜が義務付けられています。通常、不慮の死を遂げた人の幽霊は生まれ変わることができないため、スケープゴートを見つける必要があります。しかし、すべての幽霊が人々を正気を失わせるほど強力な能力を持っているわけではありません。そのため、猫を通して代わりを見つけ、その猫に憑依し、それを使って人を怖がらせることもあります。誰かを怖がらせることに成功すると、ターゲットは一日中放心状態になるでしょう。時が来れば、幽霊は自分の命を主張することができます。私はシャオちゃんに、なぜそれが代わりを探している幽霊だと思うのかと尋ねました。シャオちゃんさんは、事件が起きた場所は、たまたまダレンホールの近くで、毎年学校の生徒が飛び降り自殺をしたと説明した。この場合、幽霊は代わりを探している可能性が高いです。また、猫を観察していると、もがいている間に体がどんなに揺れても何かの力で押さえつけられているかのように常に同じ位置に固定されており、非常に不審に思えたと指摘した。普通の猫なら間違いなく助けに行くだろうが、この猫は明らかに普通ではなかった。ザイアオザングへの家族は実業家なので、シンボルを描いたり呪文を唱えたりするための基本的な能力を持っています。また、そのことが彼に超常現象への意識を高めるようになり、取り憑かれた猫の場合には、さらに調査してそれについて何かをしなければならないと感じた。この一連の兆候は、彼に幽霊や代替品が舞台裏で関与している可能性があることを確信させ、それが彼の懸念を引き起こし、超常現象についての考えを引き起こしました。ザイアオザングへの説明を聞いて、私は衝撃を受けました。本当に邪悪だと思いましたが、少し奇妙すぎてわかりにくいとも感じました。こうして夜はこうして終わった。次の夜、授業が終わって寮に戻った時にその声が聞こえるとは思いませんでした。シャオちゃんとシャオチェンは神妙な面持ちで話し合っていた。
小花さんは恐怖のあまり意識が朦朧とし、正気に戻れないことが判明した。するとシャオちゃんは、私が今日シャオチェンに、シャオフアは寮を出て早く家に帰り、それから寺院に行くべきだと言ったと言いました。彼女の魂を取り戻すなんて、それを聞いたときは、ちょっと信じられないし、ちょっと馬鹿げていると思いました。どうしてそこまで邪悪になるのでしょうか？その後、ルームメイト2人がシャオファさんのところに行って助けたいと言いました。とても興味があったのでついていきたいと思いましたが、あまりいい気分ではありませんでした。私は他人の不幸を楽しんでいて、その楽しさを眺めるのが好きだった、と他の人に思われるのが怖かったので、退屈を紛らわすためにクラスメイトを探しに行ったり、ビデオゲームをしたりしていました。その日は、シャオちゃんとシャオチェンだけがそこに行きましたが、後でシャオファはその日帰宅したと聞きました。大丈夫だと思いました。しかし2日後の朝、私は10時の授業を待って寮で休んでいました。突然シャオチェンが部屋に駆け込んできて言いました。何か悪いことが起こり、シャオファは今朝早く飛び降りました。その人はその場で立ち去りました。途中で転んでベランダに激突し、左側腹部の超破裂を負ったとも聞いた。考えてみると、猫の悲惨な状況とよく似ています。私はその場で晴天の霹靂のような気分になり、頭が真っ白になり、言葉を失い、シャオちゃんさえ怖がりました。シャオちゃんは、良くない、お香を焚くために小さな花を探しに行かなければなりません。夕方には大一角の横までついてきて別れを告げなければなりません。と言いました。その後、ザイアオザングがどこでを入手し、私たちにそれを持っていくように頼んだのかわかりません。特に夜にダレンホールの前を通るときは、それを持っていきましょう。事件が起こってから間もなく、私は何か災難に見舞われるのではないかと毎日を身につけていましたが、1ヶ月経っても何事もありませんでした。だんだん気にならなくなってきました。ある日、私はいつものようにダレンホールのバスケットボールコートでクラスメートたちと9時半頃までバスケットボールをしました。ちょうど私がシュートを打っていた時、ボールがコートから跳ね返った。私はボールを追いかけるために走り出した。ボールは転がっていきました。ダレンホールに向かう道はどんどん遠くなっていきます。ボールを追いかけていると、突然何かに見られているような歓喜を感じ、周囲の温度が大きく下がった。やめました。遠くに見える大一角は不気味に見えました。突然、誰かが私を呼んでいるようなかすかな音が聞こえました。不吉な予感を胸に抱いた私は、すぐに地面に落ちたボールをつかみ、急いでコートに戻り、クラスメートと共にダレンホール付近を後にした。その夜、私は、もしかしたらシャオファーさんのビルからの飛び降りは、単独の事件ではなく、ダレンホールの近くに不穏な秘密が隠されているかもしれないことに再び気づきました。ボールを取り返したかったので、一生懸命追いかけました。突然、猫が目の前の右側の草の中から飛び出し、ダレンホールの膣に向かって走ってくるのが見えました。不思議なことに、私はその猫に惹かれすぎて、ボールを追うのを忘れて猫を追ってしまいました。ダレンホール全体がバスケットボールコートに面しており、正面玄関には誰もおらず、幽霊さえいません。この時、ふと1ヶ月前の猫を殴られた事件を思い出し、思わず身震いしてしまいました。思ってきていないのかと思った。急いで出発しなければなりませんでした。急いで出発しなければなりませんでした。私はボールを探すために道路に戻り、道路を見上げました。探してみると、おそらく猫が惹かれた場所と思われる凄惨な光景が目の前に現れた。実際、シャオファーさんは猫を手に持ち、顔を下げて地面にしゃがみました。猫は床に押さえつけられて吠え続けましたが、逃げる方法はありませんでした。その時は全身がだるくなり、立つこともままなりませんでした。この時、シャオファーはゆっくりと私の前に立ち上がったが、私はそこで固まって動けず、死ぬほど怖かった。彼女が立ち上がった時、私は彼女と目が合った。彼女の顔は青白く、言いようのない圧迫感を感じた。突然シャオファーが低くて、奇妙な声で、こう言った。ご覧の通り復讐に協力してもらいたいのです。
彼らは私をここまで追い込んだのに、このまま死ぬわけにはいきません。小花さんの手を見てびっくりしました。猫は黒い煙の中に消えた。彼女は振り返り、ダレンホールの膣に向かって歩きました。そして、私は抗えない力に引っ張られて、彼女についていきました。すべてが夢のようで、私は逃れられない奇妙な出来事に巻き込まれました。憎しみに満ちたその時、一台のバスが校門からこちらに向かって突進してきた。突然、小花さんは左足を伸ばして猫を踏み、徐々に笑顔になりました。まさにバスが私にぶつかりそうになった時、突然バスケットボールコートから友達がやってくるのが聞こえ、私の名前を呼び続けました。意識を取り戻すと、不思議なことに、小さな花も猫もバスも消えていました。友人は、なぜ私がそんなに長い間ボールを探していて、まだ呆然とここに立っているのかと尋ねました。ボールは足元にありませんか？その後寮に戻ったが、その日のうちに高熱が出て体調を崩してしまった。シャオジャンに自分に起こったことを話すと、翌日休暇を取って家に帰るように言われました。その日は夜中に熱が出てしまいました。ザイアオザングが解熱剤をもらうのを手伝ってくれましたが、2時間もかかりませんでした。熱は下がりましたが、私はまだベッドに横たわり、混乱して理解できないことを言い続けていました。それから、シャオちゃんは私を必死に揺さぶって起こし、電話をかけるように私の方を平手打ちしました。それから間もなく、私は意識を失いました。意識を失った後、ベッドの上の自分を見つめながら、自分が宙に浮いているような感覚になりました。隣には近所の人らしい同級生が座っていた。突然、髪の毛のように黒い影が私の後ろに現れ、私を包み込み、理解できない言葉を言いました。あなただ、あなただ。突然、一筋の光が現れた。再び目が覚めると、シャオちゃんとシャオチェンが私の隣に立っていて、おい、起きてるか？と言いました。私は尋ねました。私に何が起こったのですか？この時シャオチェンはシャオちゃんには本当に感謝しなければならないと言いました。シャオちゃんは何もないよ。ただ食事をご馳走してくれるだけだよ、と言いました。私は驚いて尋ねました。何が起こったのですか？シャオちゃんチエンさんは、この時その時あなたは完全に意識を失っており叫び声を上げ始めました。その叫び声は女の子の叫び声で、あなたは不本意で不本意だと言いました。その結果、シャオちゃんさんはすぐに引き上げました、と述べた。隣のクラスメートに服の世話を手伝ってもらい、食事をご馳走してもらいます。この時シャオちゃんはこう言いました。あなたの魂は怯えてしまったのです。だから、あなたはそれを呼び戻さなければなりません。そうでなければ、あなたは決して戻ってこないでしょう。私は興味深く尋ねました。でもなぜ私なのですか？シャオちゃんさんは、その時あの女性を見かけましたが彼女は私たち3人が出発するのだと思ったのです。いいえ、彼女であるはずでしたが、私たちは幸運にも逃げ出すことができました。と語った。これらすべてを聞いて、私は歓喜を感じ、自分が何か超自然的なものに巻き込まれていることに気づきました。私はシャオちゃんさんとシャオチェンさんに感謝の意を表しました。この経験により、私は超常現象についてより深く考えるようになり、同時に人生や周りの友達をもっと大切にするようになりました。おそらく、世の中の未知のものは、私たちが想像しているよりも、はるかに複雑で神秘的です。たまたま、今日はあなたの体にチャームがついていなかったので、彼女があなたにくっついたのです。それから、シャオちゃんは私に演説をし、すべての魂が元の場所に戻ることができるように、明日目が覚めたらこの人を探しに山を降りなければならないと言いました。翌日、私は宮殿に到着し、魂をその場所に戻しました。後で知ったのですが、シャオちゃんが私たちに持ち歩くようにくれたは、3つの魂の所有物を守るためのものでした。あの日プレイするときにそれを持っていれば、こんなことにはならなかったのに。この事件以来、私はシャオちゃんからもらったを身につけています。私は興味深くシャオちゃんに尋ねました。シャオファは代わりの人を見つけるためにまだそこに残るでしょうか？
シャオちゃんは大丈夫。あなたは素晴らしい幸運に恵まれています。たとえまた会っても、私はあなたを傷つけることはできません。と笑顔で言いました。ザイアオザングオソングへの言葉を聞いて、とても気持ちが楽になりました。しかし心の中では、シャオファが早く冥界から抜け出して、苦しみから解放されて、早く生まれ変わってほしいとずっと願っていました。捕獲は、特定の時間に幽霊が交代して新しい宿主を見つけるという古代の信念です。おそらくシャオファが遭遇したのはこれだったのだろう。あなたは交代を信じますか？握り方が変わる理由は何だと思いますか？メッセージを残してください。今日の話はここまでです。聞きたいトピックがございましたら、メッセージを残して私に教えてください。超自然的な物語をお持ちの場合は、ぜひ私に投稿してください。私の名前はタオシンですからまた会いましょう。